皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。ここ最近は朝と夜の気温が15度とか、そのくらいまで下がってきています。昼間はまだ25度とかなんですけど、私は冷え性なので、もう家で靴下を2枚重ねて履いています。冷え性は簡単に言うと部屋の中とか特にめちゃくちゃ寒いっていうわけではない場所で体が冷えてしまうタイプのことです。昔から冷え性なので真冬のお出かけに手袋は絶対に必要で2枚くらい重ねてつけてたり分厚いタイツを履いてさらに靴下も2枚重ねて履いてたり、寒さ対策には力を入れています。家の中でも靴下2枚履きます。外に行くときに靴下をたくさん履いてた時期は、重ねすぎて靴がはち切れてしまったことがあります。私がこんなにたくさん手袋をつけたり、靴下を履いて厚着をしていても、半袖半ズボン姿で走り回る子供たちがいるんですよね。そんな子供たちを見ると本当にすごいなーって思うし、私も、半袖半ズボンは難しくても、その子供たちくらい寒さを気にせずに過ごしたいと思いますね。最近は外で遊ぶ子供たちが少し減ってきてはいますが、やっぱりまだ寒い日でも公園で元気に遊ぶ子供たちの声が聞こえます。皆さんは子供の頃どんな遊びをしていましたか？外で走り回る遊びでしょうか？それとも家の中でする遊びでしょうか？今回は子供の頃にした遊びについてお話ししていこうと思います。子供たちが楽しめる遊びは世界中にたくさんありますよね。その中でも鬼ごっこっていう名前の遊びは簡単でたくさんの人が参加できる遊びですね。グループの中で一人鬼を決めて他の人はその鬼に捕まらないように走って逃げます。鬼は全員捕まえられるように鬼じゃない人を走って追いかけます。捕まった人は次のターンの鬼になります。日本では鬼ごっこっていう名前ですけど、皆さんの住んでるところによってきっといろいろな呼び方があると思います。さらにこの鬼ごっこ、いろんな種類がありますよね。ルールややり方が少しずつ違う鬼ごっこです。日本で有名な鬼ごっこの種類といえば、まず、氷鬼です。氷鬼。まず名前からどんな鬼ごっこか想像してみてください。氷鬼は、鬼が逃げている人をタッチして捕まえたら、捕まった人は氷のように固まってしまうので動けなくなります。捕まった人を助けるためには、捕まっていない人が助けたい人をタッチして氷を溶かさなければなりません。うまく氷を溶かして助けることができたら、捕まっていた人はもう一度逃げることができます。全員氷になったら鬼の勝ちです。他にも、色鬼や鷹鬼っていう種類の鬼ごっこもあります。色鬼は、鬼が言った色を探して触らないと、鬼に捕まってしまうっていう鬼ごっこです。鬼にタッチされた人は、次のターンの鬼になって、どんどん続いていきます。
色鬼をしている場所の中で色を探さないといけないので、これ意外と難しいです。高鬼は、逃げる人が鬼より高いところにいたら、鬼はその人をタッチして捕まえることができません。鬼が少し不利な種類の鬼ごっこなので、いろいろルールを作ってやることがあります。例えば、同じところに10秒以上いたらダメとか、これもタッチされた人は次のターンの鬼になります。子供たちによっていろいろなルールがプラスされるので、世界に一つのオリジナルの鬼ごっこが出来上がります。なので、同じ日本でも地域によってルールが変わってくるのも面白いところです。皆さんが小さかった時にはどんな遊びがありましたか？ぜひコメントで教えてください。今日は子供の頃にした遊びについてお話ししてきました。主に鬼ごっこについてでしたが、また違う日本の遊びについてもエピソードをシェアできたらいいなと思っています。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。